こんにちは、グリプトです。米雇用統計結果を受けてですね、米株、ビットコインも下落してます。で、また8月に突入して、7月の取引量など、それぞれ報告も出てるんですけど、個別株、アルトの方でも注目されそうなものもありますんで、また細かいところを見ていきたいと思います。本日の主なラインナップはこちらになってます。それでは本日のポジネガファンダー、チャートなどまとめてみていきたいと思います。ビットコインは現在11万3400ドルあたり推移してます。発表された指標の方では、米各指標ありました。で、重要指標の米雇用統計、米 ISM はともに予想以下となってまして、ドル安要因となってるんですけど、米雇用統計の雇用者数が前回を大幅改定、予想も下振れとなってまして、市場としてはかなり悪い結果と捉えられています。で、先日から注目されている FRB の利下げ期待よりもですね、先に米景気後退懸念が来てる印象もあってかですね、市場も下落してます。ドル円は 147.3 円台と急落してまして、米株各指数下落、ゴールド上昇とリスクオフ傾向となってます。で、また仮想通貨関連株もですね、大幅安となってますね。あとビットコインのオンチェーン関連では、2013年にビットコインを購入したクジラが 306BTC 送金してます。こちらも新たなアドレスに送金してるだけなんですけども、先日から10年以上前のクジラアドレスが動き出してるんで、市場としてはまた売却懸念、警戒が走ってる状況なのかなと思いますね。あと他では7月の取引所全体の月間取引量が 1.7 兆ドルに達しています。こちらは2月以来の高水準ということで注目されていますね。8月以降もまた盛り上がるのか注目です。あと個別株の方ではコインベースが第2四半期に 2509BTC 取得を報告。これで総保有量は 11,776BTC となってまして、保有量ではテスラを抜いてトップ10入りとなっています。昨日も決算と米国での株式トークン提供計画なども取り上げましたけど、株価は全体とともに下がってまして、マイナス 16.7% と比較的弱くなっています。サークルとかストラテジーもマイナス 8% と下落してますね。あとはデブストリームが1000万ドル相当のビットコインとソラナを購入、また炭素クレジットのトークン化を目指すとしています。株価はマイナス 6.03%。あとはミルシティベンチャーズ3が株式売却で最大5億ドル調達を計画、水の購入に充てるとしています。株価はマイナス 11.37% となっています。あとはメタプラネットですね。昨日最大5550億円相当の優先株発行の発表がありまして、市場でも話題になっています。で、内容としては A 種優先株は配当付きで普通株への転換権なし、B 種優先株は配当付きで転換権ありとなっています。で、この話が出てから市場ではまたですね、株の希薄化懸念が議論されてますけども、まずポジティブな要素としては、配当付き優先株が出たことで、新たな資金流入が生まれる。で、そして調達した資金でビットコインの購入が加速するというところなのかなと思うんですけど、ネガティブな要素としては、純粋に株の種類が増えることでの流入の分散、希薄化懸念がやっぱりあるのかなと思います。で、あと私が気になったのは発行時期なんですね。ストラテジーは2020年にビットコイン買い始めて、今ビットコインも60万 BTC くらい持ってる状態で、今年の2025年の1月にようやく初めて優勢株発行して、今4種類くらい出てるんですけど、ストラテジーに関してはですね、60万 BTC に差し掛かったタイミングで、ついに切り札の優勢株出して、新たな資金調達してる。これはね、まだわかるんですけど、対してメタプラネットはビットコインの保有が現在 17,000BTC ほどで、この時点で切り札とされている優勢株に手出してるんですね。で、この優勢株、最大5550億円相当とされてますけど、ドル換算だと30数億ドル。で、これを全部ビットコインの購入に当てても、ビットコインの価格が10万ドルで維持してた場合でもですね、3万 BTC くらいしか買えないんですね。だからその現在の保有と合わせると、多く見積もってもだいたい5万 BTC くらい。で、メタプラネットって2027年までに21万 BTC 取得を目指してるわけじゃないですか。で、メタプラネットの時価総額も
7000億円くらいなんで、だからこの時点でこの優勢株に着手するとなると、その次の一手どうするんだろうってね、ちょっと思っちゃいましたね。希薄化に対してどれだけ新規を集められるかって、トレジャーリ株のいつもの攻防になると思うんですけど、で、結局、週末はですね、1000円の攻防となってまして、米雇用統計とビットコインの下落と、あとこの優先株ファンダを受けての来週の日本市場を迎える形になりますけど、市場はどう反応するのか注目ですね。あと ETF 関連では、米国の仮想通貨系 ETF の月間流入量が7月に128億ドル記録してまして、過去最高となってます。で、またバンガードの SP500ETF VOO を上回ったのも話題になってますね。いつも見てる通りですね、イーサとかアルトの流入が目立ったんで、その影響も大きいのかなと思います。昨日の ETF は現時点ではマイナス1億ドル相当、香港はプラス 9.90BTC となっています。ビットコインの先物の方では OI は全体でマイナス 1.09%、829億ドル相当、オーダーブックの状況としては上は11万5200、下は11万2500あたりから目立つ状況となっています。今後の指標としては8月4日に米大経済受注、8月5日に米 ISM 非製造業景気指数、米貿易収支、米 PMI、8月6日に米 MBA 住宅ローン申請指数などが控えています。昨日ですね、もうすでにサポート近辺の攻防で、ここであんまり余裕がないとなると、雇用統計の結果次第で、11万5000を割るという話しましたけども、特にサプライズもなくですね、割ってます。で、休日に入って、指標も一旦落ち着くんで、あとチャートくらいしか判断するところないと思うんですけど、また11万ドルの攻防が視野に入りそうではあります。アルトも総じて下落してますけども、来週から反転材料が出るのか注目ですね。6、5、4そしてイーサですね。イーサの価格は現在3480ドル、BTC だっては 0.0307、先物の方では OI は全体でマイナス 8.45%、542億ドル相当、ETF は現時点ではマイナス 0.84 億ドル相当、香港はゼロとなっています。BTC 建てはまだ 0.03 保ってますね。ただ ETF、OI もしぼんできてるんで、0.028 あたりまで調整があってもおかしくないのかなと思ってます。こちらも週明けですね、反転できるのか注目ですね。あとその他の動向では FCA が個人投資家に対して仮想通貨証券 ETN の提供を強化、市場の需要と進化、投資家の選択肢拡大を理由に解禁となっています。あとはコイン DCX の不正流出に関与したとしてコイン DCX のエンジニアのアガルワル氏が逮捕されています。不正流出の原因はハッカーがこのアガルワル氏のパソコンを悪用したことによる不正流出と見られてるんですけど、アガルワル自身もですね、身元不明の海外クライアントの服役をやってたり、不審な入金を認めたりしてるんで、何らかに関与してると見られての逮捕となってますね。最近は内部従業員の関与が目立ってますね。あとアルト方面ではソラナの CME の月間先物取引量が81億ドルに到達、前月比プラス 252%、OI は 4.09 億ドルと、過去最高更新となっています。あとはパンケーキスワップが DEX の取引量シェアで未だに1位を維持してたり、あとはカーブ DAO が L2 への拡張を停止する提案を提出、収益が見込めないための停止を提案となっています。これは最近のイーサの方針からしても合ってるのかなと思いますね。あとは分散型アプリチェーン、リアルを開発のサブゼロラブスが2000万ドル調達、パンテルキャピタル、コインベースベンチャーズなどの参加が注目されています。こちらの進捗にも注目ですね。アルトのチャート的には、全体的にしぼんでますね。XRP は3ドル割ってます。ただ他と比べると下落率もマイナス 2.3% と、比較的強くなってますね。下値は更新してないですけども、2.6 ドルのサポートつく前にですね、反転できるのか注目です。あとはソルですね。こちらはマイナス 5.8% と、他と同じように下落してます。こちらは次のサポート145ドルあたりが視野に入ってますけども、再度反転できるのか注目です。今日はこのとこですかね。
週末かなり荒れてますけど、個人的にはメタプラネットの動向気になりますね。持ってはないんですけども、注目度の高い銘柄ってね、一つの指標になりますんで、トレジャリー株の行く末が見えるのかなと思います。週明けの動きに注目ですね。次回は何もなければ来週火曜更新となります。何かありましたらコメントいただけるとありがたいです。よければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。